腐はヘルシーだから食べれば痩せると思っていませんか？でも食べ方次第で太ってしまうこともあるんです。豆腐は意外にカロリーが高い？ヘルシーなイメージのある豆腐。でもゼロカロリーではありません。脂肪が思った以上に多く含まれている。でも大丈夫。結論を言うと、豆腐はダイエット向きの食材です。特に女性ホルモンの減少による代謝の変化、筋肉の減少が起こる40代以降の太りやすい体の救世主。豆腐を食べることを習慣にすると、太りにくく、疲れづらく、頭がよく働き、肌はツヤツヤに。でも痩せるための食べ方にはコツがあるんです。まだまだ暑さは厳しいけれど、夏の終わりを感じる今日この頃、暑さと運動不足で代謝が下がって太りやすくなった体に食欲の秋を迎えるのは怖いですよね。今日から豆腐を毎日の食事に取り入れて、頑張らないできれいになるダイエット、一緒に始めてみませんか？豆腐ダイエットで太ってしまう人がいます。その理由は、豆腐を食べ過ぎて栄養が偏っている、冷たい豆腐を食べている、醤油をかけすぎでむくんでいる、麻婆豆腐や揚げ出し豆腐などカロリーが高い料理で食べている。豆腐の食べ過ぎには栄養の偏りやホルモンバランスへの影響、おならが臭くなったり、お腹の調子を崩すなど、いくつかのデメリットがあります。豆腐はカロリーが低いとはいえ、1丁で換算すると、おにぎり1から 1.5 個分ものご飯に匹敵するカロリー。量が多すぎると摂取カロリーもオーバーして太ってしまいます。冷たい豆腐を食べ過ぎると体が冷えてしまい、内臓が冷え、血流が滞って基礎代謝の低下につながります。淡白な味なので、醤油などの調味料をかけすぎれば塩分の摂りすぎにつながるし、油と一緒に調理すればカロリーは爆上がりします。毎食のように豆腐ばかり食べるのも NG。 肉、魚、卵などとバランスよく食べることが大切です。豆腐の1日の摂取目安量は100から 150g、 3分の1から2分の1丁が適量です。豆腐は米や肉に比べてカロリーと糖質が少ない代表的な低 GI の食品。畑のお肉と呼ばれるほど良質な植物性タンパク質を含み、筋肉の維持・増強に不可欠なアミノ酸も豊富。豆腐に含まれるタンパク質は消化吸収率が約 95%。 胃腸への負担が少なく、動物性タンパク質と違ってコレステロールがゼロ。低糖質、低カロリー、ヘルシーで効率よくタンパク質が摂れるのが豆腐の魅力です。水分量が多いため、低カロリーでも満腹感が得やすく、食べ過ぎを防ぎます。豆腐は大豆から油が取れるように脂肪分も含みます。卵、牛乳、皮なし胸肉と1食分の脂肪量を比較すると、思ったよりも脂質量は多いのです。脂肪イコール太るイメージがありますが、大豆に含まれる脂肪は脂肪燃焼を促進し、ダイエット効果大。悪玉コレステロール値を下げ、善玉コレステロール値を増やし、血液をサラサラにする効果があります。ビタミン B 群やビタミン E、カルシウム、鉄、マグネシウムなど、ダイエット中に不足しがちな栄養素を補うこともできます。オリゴ糖は善玉菌の餌になる成分。善玉菌が増えて腸内環境が改善されれば、お通じが良くなるだけでなく、肥満の解消にも効果が期待できます。そして40代以降に特に嬉しい成分、大豆イソフラボンが更年期に減少するエストロゲンを補い、活性酸素から体を守り、老化を遅らせたり、
カルシウムの吸収を促進し、骨の健康維持に貢献。美容や更年期のケアにも役立ちます。女性のみならず、男性には前立腺がんの予防、男性型脱毛症 AGA の予防にも効果があると考えられています。日本人男性の前立腺がん発症率が欧米に比べて低い背景には、豆腐や味噌などの大豆製品を日常的に摂取する食文化が影響しているという調査報告もあるんですよ。1日の摂取量の目安は40から 50mg、 豆腐ならば 150g が目安です。日本人の1日の平均イソフラボン摂取量は約 18mg と目標値を大幅に下回っています。食生活の欧米化により大豆製品の摂取が減っており、積極的に摂らないと不足しがちな栄養素と言えます。しかし大豆イソフラボンは過剰に摂るとホルモンバランスを乱してしまう可能性があります。直ちに健康被害に結びつくわけではありませんが、摂取上限は1日あたり70から 75mg、 納豆なら2パック、豆腐なら1丁が目安量になります。サプリとの併用は摂取量を気をつけるようにしてください。豆腐をダイエットの味方にする食べ方。豆腐のダイエット効果を高める最強の食べ方があります。それは夕食の最初に豆腐を食べること。お腹が空いているときはつい早食いになったり食べ過ぎちゃいませんか？豆腐を最初に食べるだけで満腹感アップ、血糖値の急上昇防止、さらには美容効果まで。本当に侮れないんです。食事の最初に糖質が少なくタンパク質や脂質を含む豆腐を食べると糖の吸収が緩やかになります。血糖値の急上昇を防げば脂肪の蓄積も抑えられ、さらにタンパク質は満腹中枢を刺激するので自然と食欲も落ち着きます。ポイントは脂肪を溜め込みやすく太りやすい夕食の前に食べること。食べ過ぎを防ぎ、いつもよりも少量で満足できます。私は保健指導、メタボの方向けの生活習慣指導のお仕事をさせていただくことがあるのですが、お話を伺うと夕食を食べ過ぎている方が本当に多いです。統計的に肥満の方は朝食が少なく夕食が多い傾向があることが知られています。あなたは朝、昼、夕の食事量の比率はどれくらいですか？理想的には3食とも同配分で摂ることが太りづらい体を作ります。私は朝食対昼食対夕食3対4対3くらいで食べています。1日頑張ったご褒美に夕食はたっぷり時間をかけて美味しいものを食べたい。でも夕食は脂肪を溜め込みやすいのも事実。例えば夜は昼間と比べて活動量が低下するため、摂取したエネルギーが消費されにくく、余ったエネルギーが脂肪として蓄積される。副交感神経が活発になる夜は、食事で得られた糖質や脂肪は肝臓でグリコーゲンや脂肪酸に合成され蓄積される。 B○1 という脂肪を溜め込む働きのあるタンパク質の分泌量が夜10時から午前2時頃が最も分泌量が多く、昼間より20倍脂肪が蓄積されやすい。夕食を食べ過ぎると寝ている間も消化活動が続くため、脳や体が休まらず寝つきが悪くなり、深い睡眠を妨げ、睡眠の質を低下させる。さらに翌朝の食欲が低下し、朝食を抜くことになり、一日のエネルギー代謝が低下し太りやすくなる。食事誘導性熱産生 DIT は
朝食後の熱産生は夕食後の 1.6 倍。夜に摂した食事はエネルギーになりにくく、脂肪として蓄積されやすい。このような理由から夕食は低脂肪で消化の良いものを食べ、特に揚げ物などのこってり系や肉などの主菜は少なめを意識したい。育ち盛りのお子様はたくさん食べて成長していきますが、年を重ねた体はお腹周りばかりが成長して健康から遠ざかってしまいます。タンパク質は1食あたり 20g 前後、肉や魚では80から 100g くらい、ご自身の片手のひら分が目安。昼食でお肉を食べたならば、夕食は豆腐と魚介類の刺身や蒸し料理、鍋などがおすすめ。野菜、海藻、きのこ類も意識して摂りたいですね。豆腐 100g で絹ごしならば 5g、木綿 7g のタンパク質を摂取できます。消化が良く、低カロリー、低糖質、良質なタンパク質、脂質が摂れる豆腐はまさに夕食に最適です。そして夕食前のおすすめの豆腐の食べ方は温豆腐。冷ややっこだと内臓が冷えて代謝が下がる可能性があるので、レンジで温め、シンプルな調理と味付けで簡単に飽きずに夕食前の習慣として取り入れやすいですよ。作り方は1、器に豆腐を入れてふんわりラップ。2、600ワットで1から1分半レンチン。3、仕上げに醤油やポン酢を少しだけかける。ポカポカ温まって胃にも優しいです。豆腐と組み合わせるおすすめ食材をご紹介します。温めた豆腐にトッピングするだけ。1、生姜。体を温めて代謝アップ。胃腸を刺激し、内臓の働きが活発になり消化を助けます。冷えは女性の大敵ですよね。2、鰹節。鰹節は旨味だけでなく栄養も豊富。中性脂肪の燃焼、新陳代謝を促し、睡眠の質を改善する働きがあります。3、ごま。食物繊維、タンパク質、鉄分、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などが豊富に含まれています。ビタミン E やセサミンなどの強力な抗酸化物質を含み、肌の老化を防ぎ、美肌を保つのを助けます。4、海藻類、メカブ、もずく、海苔など。水溶性食物繊維で血糖値上昇を緩やかにし、腸内環境を改善。海藻に含まれるマグネシウムやフコキサンチンは脂肪の燃焼を助けるので、内臓脂肪を減らす効果があります。5、キムチ。発酵パワーで腸内環境を整え、カプサイシンで脂肪燃焼をサポートします。その他にもキノコ類やモロヘイヤ、オクラ、山芋などのネバトロ野菜などもおすすめです。夕食前の豆腐習慣継続中。淡白で味にパンチがない豆腐。今まではあまり食べていなかったんです。でも53歳、更年期真っ只中、豆腐の恩恵を受けない手はないですよね。朝は納豆1/2パック、夜は温豆腐 100g を毎日食べる生活を始め、今も継続しています。空腹が一番のごちそうというけれど、お腹が空いている時に豆腐を味わうと、大豆の優しい甘みや風味が感じられて美味しいです。そしてお腹が満たされ、食欲が暴走しない。器に盛ってレンジで温めて、生姜や鰹節などをのせて醤油、ポン酢などをかけるだけ。時短、簡単、満足感があるから続けられます。ぜひ一度豆腐ファースト習慣体験してみてください。食欲がストップする感覚、味わってみてください。習慣化することが継続のコツですよ。注意点と成功のコツ。
豆腐はヘルシー。でも食べ過ぎは NG。1日100から 150g を目安に。夕食の最初に食べる。温めて食べる。薄味を心がける。豆腐は日本が誇る低カロリー、高タンパク質、お財布にも優しい、体も喜ぶ栄養たっぷりのスーパーフード。豆腐ダイエットは頑張りすぎないからこそ長続きするダイエット法。無理せず続けるゆる豆腐習慣が成功の鍵です。食べるのが好き、でも太りたくない、老けたくない、50代に突入し加齢を感じるお年頃、そんな管理栄養士が楽して美味しく元気に年を重ねるヒントを発信していきます。お互い悩みを共有しながら情報交換できたら嬉しいです。あなたの実践している食習慣、健康情報、この動画の感想やこれならできそう、やってみたい、やってみたよをコメントで教えていただけたらとても嬉しいです。そしてこの動画が役立ったらぜひいいねとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。あなたが毎日笑顔で過ごせますように。また次の動画でお会いしましょう。